えばすれ違った車やいつも使っている駅、時には道や海の中にも。もはや電線は現代生活の生命線と言っても過言ではありません。そして SDGs にも貢献しているんですよ。ということで私がやってきたのは電線ケーブルの生産開発を行う昭和電線ケーブルシステム株式会社愛知工場。ここは1995年に電力ケーブル専門の工場として操業を開始しました。現在は600ボルトから500キロボルトの電力ケーブルを作っている場所なんです。早速行ってきます。こんにちは。お待ちしておりました。今日はよろしくお願いいたします。それでは早速ご案内いたします。はい。奥にヤギがいますね。はい、あの大きい子がメロディーちゃん。みんなでこう暮らしてるんですか？そうですね。今この子たちはみんな女の子で、全部で7匹います。7匹。さてここで問題。このメロディーちゃん、ここでとっても重要なお仕事をしています。さてどんなお仕事でしょう？正解は何ですか？はい、工場内の草刈りをお願いしています。草刈り、どうしてなんですか？はい、ここは東京ドームと同じぐらいの敷地を持っていますので、雑草の管理がとても大変なんです。夏場のピーク時には1日に数センチも成長するので、人の手ではなかなか追いつきません。そこでこの子たちの力を借りています。なるほど、猫の手ならぬヤギの手を借りてるんですね。ヤギちゃんはこうやって草を食べてこうお腹いっぱいになるし、人はその除草の手間が省けてウィンウィンですね。はい、本当にそうですね。ヤギちゃん、働いてるの？働いてるんですか？ここからは笹原が説明いたします。よろしくお願いいたします。笹原さん、気になっていることがあるんですけど、あそこにある高い建物、あれ何ですか？あれは CV タワーと言いまして、高さ約90メートル。実はあそこであるものを作ってるんです。あるもの何ですかね？再びここでクイズ。高さ90メートルの CV タワーではあるものを作っています。さて何でしょうか？正解は実はあそこでケーブルを作っているんです。そうなんですね。どうしてあんなに高さがいるんですか？はい、ケーブルの胴体の周りにある絶縁層となるプラスチックを流し込んで胴体を均一にコーティングするためにあれだけの高さが必要なんです。ちょっとどういうことか教えてください。はい、どういうことかというと、こちらをご覧ください。ケーブルは中心の胴体の周りを絶縁層と呼ばれる電気を通さない物体で覆われています。ここで製造するケーブルはこの絶縁層をとても厚くして、さらに強度を持たせるための処理も必要になります。つまりこの絶縁層を強化するためにあれだけの高さが必要なんです。なるほど。これ断面を見ると、この真ん中が具で周りがこの黒いのが糊で、この白い絶縁層がご飯だとしたらなんか海苔巻きに似てるなと思っているんですけど、白い絶縁層がこうご飯みたいな感じで横に置いとくとこう下に溜まっちゃうってことなんですかね？そうですね。横で作ってしまうと重さに負けて垂れてしまうので、縦方向に製造するというような方法をとっています。なるほど。これだけの分厚さをしっかり固めるためにあの高さがいるんですね。その通りです。知りませんでした。実は一般的なケーブルは資源を大切に使うのに優れた製品なんです。そうなんですね。ケーブルに使用されている銅やプラスチックはリサイクル性が高く、製造した時に余った材料や製品とならない端の部分は回収して再利用します。そうなんですか。どんな風に再利用するんですか？あちらにリサイクルセンターがあります。実際の作業を見てみましょう。はい。こちらでは回収したケーブルを解体し、素材ごとに分別しています。次に分別された材料は外部の加工業者さんを通じてさまざまな用途に適した材料に生まれ変わります。特に胴体や遮蔽層に使用されている銅はほぼ 100% 再利用できますし、もちろん私たちの電線やケーブルにも使用されています。な
なるほど。じゃあ今こうやって抜かれて出てきたピカピカの銅はまた電線になるんですか？その可能性もありますね。すごいですね。なんかこう何度も何度も、回数に制限はあると思いますけど、電線が電線に生まれ変わるって、電線のこの環境への配慮の仕方ってすごいですね。その通りです。ここからは武田がご案内いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。他にも環境に配慮した取り組みがあるんです。あちらの CV タワーの上に登って見てみましょう。お、登れるんですか？はい。わあ。それでは早速登ってみましょう。お願いします。やったー。すごいこう回数が点々としてますね。そうですね。はい、こちらになります。はい。ではわあ、すごい遠くまで見えますね。街が見える。あちらをご覧ください。はい。お、あれ何ですか？ではこの工場の電力地産地消を目的に設置した太陽光パネルです。へえ。どれくらいの量発電できるんですか？発電量は日射量や工場全体の電力使用量によって変わってきますが、年間で220万キロワットアワーの電力を供給することができ、工場の約2割の電力を賄っているんです。すごい数字ですね。220万キロワットって、ちょっと想像がつかないです。そうですね。およそ一般世帯約500個分です。なお入り口ではこの工場の電力量の推移や発電状況を1日単位や1ヶ月単位で見ることができます。どうしてグラフで見られるようにしてるんですか？太陽光発電状況を目で見て分かるようにすることで CO2 削減や環境への貢献度合いが実感でき、やりがいにつながっています。なるほど。こう出社のたびに自分がどれくらいその環境と一緒に歩んでいけるか見られるのって楽しそうですね。そうですね。楽しいです。なんか天気予報とその日のグラフを見比べても楽しそうですね。そうですね。それもすごい差が出ると思います。では続いての場所へご案内いたします。ここから小林が説明させていただきます。よろしくお願いしお願います。します。小林さん、いこのロボット何ですか？自動清掃ロボットになります。工場エリアの 70% をこのネオが担当してくれてます。70%、これがやってくれたら人はかなり楽になりそうですね。そうですね。自動清掃でやってもらえるのでかなり楽になっております。ロボットの導入のきっかけって何ですか？当社では IT 技術を活用した業務効率化や生産革新による働き方改革を推進してまして、清掃に多くの時間が割かれていた課題を解決するためにこの自動清掃ロボットを導入するきっかけになりました。なるほど。ロボットが来てから何か他に変わったことってありますか？そうですね。これまでより通路がきれいになったことでフォークリフト、タイヤ痕等をつけないように意識する作業者が増えてきました。みんな工場内をきれいに保とうと意識が強くなったと思います。人間の意識まで変えるなんてすごいですね。そうですね。他にもこの工場は面白い取り組みをしていますのでご紹介しますね。こちら 4K カメラ搭載のドローン。ある目的で工場内を飛んでいるのですが、その理由は何でしょう？正解は実は防災目的で飛ばしています。防災でドローンですか？南海トラフ地震による被害を想定し、ドローンを使って津波からの避難ルートを確認しています。実際に災害が起きた際に避難ルートが使用可能かを退避前にドローンを使って確認するつもりです。ドローンならではのメリットって何ですか？これまで難しかった高さや角度から状況を見ることで点検精度が上がりますし、何より楽なことですね。実際にこれを使った防災訓練もやっているんですよ。ドローンと防災訓練、なんか未来っぽくて面白そうですね。ちょっと参加してみたいです。日々進化する電線業界。一つの会社だけでもヤギがいたりロボットがいたり、本当に来てみないとわからないようなたくさんの工夫で SDGs の実現に向けて頑張っているんだなと思いました。私もこの電線の取り組みに負けないように日々の生活から自分を変えていきたいと思います。